今回のソフトはこちら、ストリートファイター2ターボということで、スーパーファミコン版ストリートファイター2ターボ、こちらの方を解説&レビューします。それでは動画スタート。ストリートファイター2ダッシュターボ、スト2ダッシュで四天王が使えるようになり、かなり安定していたが、今作はストリートファイター2レインボー対策に作られたバージョンだと言われている。しかし、ただの改造対策だけでなく、バランスの調整、必殺技の追加、ゲームスピードの高速化などされたストリートファイター2ダッシュのマイナーチェンジ版、そして全体的な攻撃力もこのスト2ダッシュターボから低く設定された。当時、同時押しキャンセルというテクニックが現れ、連続コンボが生まれたのもこの頃からである。そんな中、ストリートファイター2ダッシュターボは1992年12月アーケード開始、そこから約7ヶ月後の1993年7月11日にスーパーファミコン版は発売された。ロムカセットの容量は前作スト2が16メガだったのに対し、今作は20メガの大容量のロムカセットを採用。当時のキッズたちは前作ストリートファイター2の出来も良かったので安心して買ったソフトでもある。ライバルの画廊伝説の移植があれだったので。そして当時はなぜか同じ名前を使ってはいけなかったみたいで、スーパーファミコン版はターボ、メガドライブ版はダッシュプラスになっている。今考えると不思議な感じである。スーパーファミコン版ストリートファイター2ターボ、いいところいきましょう。1つ目、前作ストリートファイター2も移植度が良かったが、今作ストリートファイター2ターボも移植度が高い。ハードのスペックを考えるとすごい。いいところ2つ目、1本のソフトでストリートファイターダッシュの移植、ノーマルモードとダッシュターボの移植、ターボモード2本が楽しめる。いいところ3個目、ザンギエフのダブルラリアットが三つ星同時押しから2つ同時押しに変更になった。スーパーファミコンのコントローラーで3つボタンの同時押しは難しかったので出しやすくなった。いいところ4個目、 CPU 線も一部のキャラのロジック以外はアーケードに近い感じで移植されている。なのでアーケードに近い感じで家庭でも楽しめた。いいところ5個目、前作スト2ではボーナスステージの樽破壊が移植されていなかったが、今作は樽破壊のボーナスステージが移植されている。いいところ6個目、操作性も良好な移植でストレスなく楽しめた。しかしやりすぎて左手の親指に豆を作るキッズも続出。十字キーでのスクリューパイルは地獄のコマンド。いいところ7個目、オープニングのターボのところでカプコンコマンドを入れると狂気のスピード星10でプレイすることができる。当時のキッズたちはこぞってプレイした。そして狂気のスピードに慣れて普通にプレイができるつわものも現れた。いいところ8個目、前作ではエンディングはオリジナルのものになっていたが、今作のエンディングはアーケード版の移植になっている。スーパーファミコン版ストリートファイター2ダッシュ、残念なとこいきましょう。1つ目、前作に引き続きオープニングが移植されていない。あの謎の2人はどこへ行った。残念なとこ2つ目、 BGM の劣化。アーケードと比べると音質が少し硬い感じになっている。残念なとこ3個目、少しだけ、ほんの少しだけロードが入る。ロードがあるがそれでも気にならず遊べるレベルのロードだが。残念なとこ4個目、ボーナスステージで樽破壊ステージが移植されたのは良かったが、ドラム缶のボーナスステージが移植されなかった。容量の問題なのか、燃えるドラム缶をたくさん出すのが難しかったのか。残念なとこ5個目、オープニングのカプコンのロゴのところでカプコンコマンドを入れるとプレイヤーが必殺技が出せなくなるというトラップが。当時なんで何が起こったのかわからなかった。スーパーファミコンのグラディウス3でコナミコマンドを入れると自爆したことを思い出した。あれは衝撃的だった。それではロード比較いきましょう。スーパーファミコン版、メガドライブ版、プレイステーション4版、今回はこちらの4本で比較します。起動スピード測っていきましょう。プレイステーション4版はタイトルを選択したらすぐに切り替わりましたね。そしてスーパーファミコン版とメガドライブ版、どちらが早い。スーパーファミコン版が来まして、その続きましてメガドライブ版、約1秒差ですね。続きまして戦闘、第1戦目の戦闘のロード時間いきましょう。画面が暗くなったらカウンタースタート。さあ切り替わりました。どこが早い。さすがはプレイステーション4。
そしてメガドライブ、スーパーファミコンと続きました。一番早かったのはやっぱりプレイステーション4、一番遅かったのはスーパーファミコン版です。2戦目、こちらの方のロード時間見ていきましょう。画面が暗くなったらカウンタースタートします。カウンタースタートしました。負け顔が出る時点でちょっとスーパーファミコン版遅れました。やはりね、ここもやはりプレイステーション4版が早い 9.23 秒。そしてメガドライブ版、最後にスーパーファミコン版です。スーパーファミコン版16秒かかりましたね。こちらも比較してみましょう。ストリートファイター2ターボ、ノーマルとターボモード、そして前作ストリートファイター2、ロード時間に違いがあるのか見ていきましょう。戦闘のロード時間測っていきましょう。画面が暗くなったらカウンタースタートします。1個は同じソフト、1個は前作です。ロード時間に違いが現れるのか見ていきましょう。一番早かったのはストリートファイター、そしてノーマルモード、ターボモードと続きます。そこまで差は出なかったですね。2戦目のロード時間、こちらも測っていきましょう。画面が暗くなったらカウンタースタートします。2戦目なんですが、この負け顔が出たりねするんで、そこら辺がどのように影響するか見ていきましょう。さあ、ここでやはりスト2が早いな、チュンでいきました。やはり読み込む容量が少ないのか。2と2きました。そしてノーマルモード、ターボモードと続きました。やはりターボモードだとね、ちょっと読み込みの量が多いのがね、一番ちょっと遅くなりました。グラフィック&サウンド比較、今回はスーパーファミコン版、メガドライブ版、プレイステーション4版、こちらの方でグラフィックとサウンドを比較してください。ホンダステージ見比べていきましょう。まずはプレイステーション4版、スーパーファミコン版、メガドライブ版、同時比較、続きましてガイルステージ、プレイステーション4版、スーパーファミコン版、メガドライブ版、同時比較です。ターボモードとノーマルモード、そして前作ストリートファイター2、こちらも見比べていきましょう。ケンステージ、前作スト2、ノーマルモード、ターボモード、同時比較、スーパーファミコン版、ス
トリートファイター2ターボを解説&比較しました。前作に引き続き高い移植度で当時のキッズたちを夢中にさせたソフト。ボスキャラ4人が使えるようになったり、裏技で星10のスピードでプレイしたりと魅力的なソフトでした。当時はなぜか同じ名前を使ってはいけないということもあり、スーパーファミコン版はストリートファイター2ダッシュターボでなくストリートファイターターボに名前が変わったりした。個人的な評価ですが、移植度は高く、堀のファイティングスティックを買ってむちゃくちゃやり込んで速攻で元を取ったソフトです。今回の動画はここまで。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイチャ。